皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日韓議連の活動について取り上げていきます。日韓議連とは、K国との交流を促進し、議員外交をするための集団と言われています。しかし、その実態は一体何なのか、今回、その日韓議連の活動について少し掘り下げてみてみましょう。今回そのことを深く掘り下げるのにちょうど良いニュースがあります。それは、相手国にも同じようにして韓日議連というものがあり、この日韓議連と韓日議連、日本の議員とそしてK国の議員たちが集まる交流会というものが行われました。その中で話し合われた内容、そして発表された内容というものを見ていくと、そのことによってこの日韓議連の存在が一体何なのかということがよく理解できるものになっています。それではまずはニュースをお聞きください。産経新聞より、日韓議連慰安婦触れず関係維持優先。1日に国会内で開かれた日韓・韓日議連の合同総会では、日本政府が日韓関係を根本から覆す、いわゆる徴用工判決について対応を求め続けてきたにもかかわらず、K国側は従来の主張を繰り返した。日本側も慰安婦問題などを取り上げず、関係維持に不信するあまり、踏み込み不足な面も目立った。首脳会談のことが共同声明に入ったのは大きな特徴だ。総会後に記者会見した韓日議連連盟のキム・グアンリム幹事長は、共同声明に早期の首脳会談を促す内容を盛り込んだことへの手応えをこう話した。イ・ナギョン首相も祝辞を寄せ、改めて首脳会談の開催に期待をかける姿勢を鮮明にした。一方、日本政府は安倍晋三首相の祝辞を出さず、表敬の機会も設けなかった。徴用工訴訟で日本企業に賠償を命じたK国の最高裁判決をめぐり、日本政府に譲歩する余地はないからだ。1965年の日韓請求権協定は、日本政府や企業の賠償問題が完全かつ最終的に解決されたと明記しており、ボールは相手国側にあるというのが基本方針だ。ただ、K国側はこの日の総会でも、個人の請求権は消滅していないとの立場を崩さなかった。執行が23日に迫る GSOMIA に関しても、韓日議連のカン・チャンイル会長が、日本政府が我が国をホワイト国から除外した措置が GSOMIA 終了決定につながったと従来の主張を繰り返した。原則を貫く日本政府と異なり、日韓議連は相手国側のペースに乗せられ、自分たちの立場を主張できなかったようにも映る。共同声明には、K国側の呼びかけで、来年夏の東京五輪・パラリンピックの成功に向けた交流・協力実行委員会を両議連に設置することが盛り込まれた。だが、K国の国会は9月に旭日旗の持ち込みを禁止するよう国際オリンピック委員会 IOC に求める決議を採択したばかりだ。10月には、アメリカ・ワシントン近郊の南部バージニア州でK国系米国人の市民団体が慰安婦像を新たに設置するなど反日世論をやめる気配はない。総会では慰安婦問題や海軍艦による自衛隊機へのレーダー照射問題などについて話題にならなかったという。議員外交が果たす役割は大きいが、相手の意向に配慮するばかりでは国内外に誤ったメッセージを送りかねない。お聞きしていただいたこの産経新聞の記事を読めば大体の問題点ももうすでに出来上がっています。相手国の主張というものは非常に上っ面はいいものですが、しかし実態として日本側の主張は全く聞き入れないものであり、いわばサイコパスの人間と付き合っているかのような印象を受けます。これからも仲良くしていきましょうねと言いつつも旭日旗については使うなという働きかけを行っていたり、国家間の約束を守ってくださいというお話をしたら、そんなことは全く無視した上で、いや私たちの国は全く問題ないですよみたいな話を勝手にするわけです。もうこの段階で、これは日韓議連というものが全く無意味なものなんだなということがわかるわけですが、私の動画ではそこからさらに深く掘り下げていこうと思います。今回掘り下げていくのは、この日韓議連が持っているその意味と、そして全体の構造の理解です。一体何の構造かといえば、それは日韓関係の構造です。
今、安倍政権は日韓関係を改善していかなければならないと考えています。国家間の約束を破っているK国に対して、その約束違反の状態を直せという意味合いにおいて、マイナスからゼロへ戻すという意味合いの関係改善です。一方でK国の側が、ここ最近、日韓関係を改善しなければなりませんねという具合にして、安倍総理の言葉をそっくりそのまま引用するかのように同じ言葉を使うようになりました。イ・ナギョン首相が日本にやってきた時に、安倍総理が日韓関係を良くしていかないといけませんねという話をした時に、いや、私も全くその通りだよという具合にして、同じ意味合いではないにもかかわらず、双方の認識が一致したといういわばニュースの見出しを作ったわけです。イ・ナギョン首相の言った日韓関係の改善、その意味するところは、日本側がK国の主張を全面的に飲むということを前提として関係改善を果たすという意味合いです。このような全体構造の中において日韓議連が一体どのような意味を持っているかといえば、それは相手国にとって非常に扱いやすい駒ということです。そもそも日韓議連というのは超党派の集まりです。自民党だけではなく、その他の野党の議員たちも非常に多く所属しています。そのため、今回の交流会においても日本側の国会議員は110人いたと言われています。さて、ここで一つ問題なのは、この日韓議連に所属している自民党議員というのが、いわゆる安倍政権とは全く意見が異なっていることを全く躊躇なく発言しているということです。例えば、この日韓議連の重要なポストについている河村議員などは、日本企業が賠償に参加する基金を作るべきだという持論を公表しています。ですからここで非常に重要なのは、自民党イコール安倍政権というのがイコールでは必ずしもつながっていないということです。例えば、ある自民党議員が私は反原発政策を進めていこうというふうに思っていたとします。しかしその議員が安倍総理から電話が来て、あなたは何々大臣をやってくれませんかというふうに言われたら、わかりました。それでは安倍内閣に入りますと言った瞬間に、自分の意見というものをある程度抑制して、安倍政権としての統一見解に基づいた行動をとるようになります。自民党議員というのは、いわゆる右から左から様々な人がいると言われています。その他にも、愛国的な行動が目立つ人がいる一方で、愛国的な行動が全く見られないというような議員もいます。自民党というのは非常にバラエティに富んでいるという言い方もできるのですが、同時にその振り幅も非常に広いものがあります。ですからこの日韓議連の存在というものを見たときに、イコール安倍政権の動きと見ることは全くの間違いです。日韓議連があちらの言うことを聞くようになってんだなというふうのを見て、自民党も同じようにして全体的にあちらの国に対して言いなりになりつつあるのかなというふうに思うのは大間違いです。ですから構造的に言えば安倍政権と自民党はイコールではない。そしてこの日韓議連というのは全体の構造から言えばK国に利用される集団ということを覚えておく必要があります。そしてなぜこのようにして日韓議連が相手国にとって非常に都合のいい存在になっているのかということを考えたときに、彼らには3つのものが不足しているからです。その1つ目は戦略がないということです。いわば将来どうしていきたいのか、そのような未来図を持っていなければ場当たり的な行動に終始することになります。そして2つ目の足りないもの、それは戦術です。未来図がない上に彼らには目の前で一体何をすべきかという具体的な戦術が全くありません。例えば今回の交流会で言えば、日韓議連が言うべき言葉はいくつかあるのですが、そのうちの一つがまず第一に、安倍政権の政策について支持するのか支持しないのかといったところを明確にした上で、相手国に対して要求をしっかりと突きつけることです。安倍総理の言う言葉をそのまま借用して、国家間の約束を守ってくださいということも大事なのですが、同じようにしてもっと政府の言えないようなこと、例えば日本に対する不当な誹謗中傷についてはやめてくださいというようなことを言うことも大事です。日本から輸入する部品について放射線検査を行っていますが、これらについては不当な扱いですということもそうですし、
例えば旭日旗についても、不当な誹謗中傷を繰り返すのはやめてくださいというような具体的な行動計画が全くあるようには見えません。そしてこれらのことからわかる3つ目の不足しているものは、何と言っても能力が不足していることです。全体計画が描けない。そしてまず何をしなければならないか、具体的な行動が考えられていない。それらから見えるのは圧倒的な能力不足。この3つの不足がこの日韓議連にはあります。そしてこの3つの不足を見ればわかるように、結論はただ一つです。日韓議連は存在する理由が全くないということです。全体構造の中において相手国に利用されるしかないというのですから、そもそも害悪にしかなり得ないのです。また、日本国民にも大きな勘違いを抱かせてしまいます。例えばこの日韓議連の主要メンバーを見たときに、自民党の多くの議員が入っているなというのを見て、ああ、これはもう安倍政権は相手国の言いなりになるその前兆ではないかというふうに見られてしまえば、それは多くの日本人に間違った印象を与えてしまいます。安倍政権は現在のところ全くその主張はぶれていません。この事実を全く無視した状態で、いや自民党の所属議員が日韓議連の中で相手国の言いなりになっているじゃないか。もうこれは安倍政権はもう相手国の言いなりになってしまうんだ。というような結論を持ってしまうわけです。これこそまさに勘違いというものです。もちろんそうした勘違いをもとにして国民感情が揺らぎ、そして安倍政権の支持が揺らげば、対韓政策そのものが揺らぐことになってしまいます。これらのことを総合して考えれば、安倍政権としてではなく、そもそも日本国民としてこのような日韓議連の存在そのものが、もはや害悪にしかならないという共有認識を持つべきです。そしてこの日韓議連が何を言ったとしても、ああ、所詮は相手国の言いなりになってるんでしょうという、そのような先入観を持つことすら必要かもしれません。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではあなたの考えを整理するのに役立ったり、もしくは知識的なもので刺激があると思います。動画への高評価、また SNS 等への拡散なども大歓迎です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。